埼玉の始まりました埼玉の片隅からチャンネル。今回は釣り人の片隅さんがこのチャンネル内の動画で釣り上げたいろいろな魚をご紹介する釣れた魚図鑑です。いろいろな魚をご紹介しながら片隅さんの視点で喋っていくと、そういった内容になっておりますので、よろしければ最後までお楽しみください。アブラハヤですね。子供の頃結構よく釣ってたような記憶があるんですけど、最近はあまり釣る機会がないですね。ここはオッペ川の上流の方なんですけど、この時は結構よく釣れましてね、その中でポツポツとアブラハヤが混じっていたというような、そんな状況でしたね。で、アブラハヤの脂というのは何かこう触った時にですね、ヌメヌメとした油のような、感触があると、それでアブラハヤとついたらしいんですけど、実感としてアブラハヤが特別ヌメヌメしているとは自分はあまり感じないですね。そして場所変わりまして、ここは高麗川ですね。本流の脇の小さな流れ込みが、たまりのようなものを作っているというような、ちょっとワンド状というか、そのような場所です。ここではアブラハヤが中心に釣れました。でもまだ釣りには1回しか行ってないんで、その後どうなったかはちょっとわからないですね。アブラハヤよく見ると結構可愛い魚なんですよね。そしてここは南小畔川、年に何回か必ず行ってます。でもアブラハヤが釣れたのはこの時だけかな。ちょっと画像がですね乱れてしまうんですけど、なかなかいい感じで釣れました。アブラハヤです。次はアブラボテなんです。アブラボテ、埼玉県には本来いないはずの魚なんで、釣れた時にすごく驚きました。まさかこんなところでアブラボテがと。で、よく見ると体の一部に白いカビのようなものが出てまして、多分病気持ちだったんでしょうね。珍しいので持ち帰って飼ったんですけど、数日で死んでしまいました。きっと病気になった魚を誰かが川に放流したと、そのようなことなんだと思います。と言いますのがですね、近くにホームセンターがあるんですよ。で、後日ホームセンターのペットショップ、魚のコーナーへ行ったらアブラボテもしっかり売っているんですよ。で、多分その線で間違いないだろうなと。ちなみにアブラボテの油は色合いが油みたいだと、そういうことからついた名前らしいですね。次はウグイですね。ウグイも子供の頃からよく釣っていた記憶があります。そしてウグイは結構大きくなるんですよ。だから釣り味もいいし、釣れると、大きいのが釣れるとおーという感じでちょっと嬉しかったりしますね。ここは秋のオッペ川で、これなんかもなかなかのいいサイズで、かかった時にですね、こう水面下水が澄んでいるので、魚が走るようにこう泳ぐのが見えるんですよ、銀色の。これがまた素晴らしいですね。またいい型のウグイが釣れました。このチャンネルでは他に荒川でも結構大きいウグイを釣ったっていうことがありましたね。すごく初期の動画ですけど、20センチ超えの
ウグイも出ました。そしてここは入間川の中流。この時は追い川が釣れてたんですけど、この1匹だけウグイがかかりましてね、結構大きい。そして水面からビヨーンとすっ飛んでくるんですよ。これがまた面白いんですね。ビヨーンという感じで、お、これが釣れたかとちょっと驚きましたね。これです、ウグイ。追い川ですね。ポピュラーな魚で、このチャンネル内でもいろいろな場所で随分釣ってますが、子供の頃はあまりたくさん釣ったっていう記憶が実はないんです。だからちょっとした憧れがありましたね。この時は成木川で、夏の暑い時期、川に立ち込んでの毛針の流し釣りでした。この川に立ち込んで釣るっていうのも、暑い時期は足がとても涼しくて気持ちがいいんですよ。釣れましたと。なかなか大ぶりで、これが綺麗な婚姻色の追い川でした。このぐらいになってくると迫力がありますね。人気の魚です。ここは水路なんですけど、水路でも結構釣れるんですよね、追い川。この水路は上流側で多分一の川につながってるんですよ。だから川から流れ込んでくるんでしょうね。なかなかいい引きを味わわせてくれました。釣れましたと。追い川ですね。これは入間川ですね。オランダ仕掛けを使って釣りをしています。一度に何匹もかかったりして、これもまた面白い釣りなんですけど、先ほどの毛針の流し釣りと合わせて釣っていい場所とか期間が結構限られてたりするので、そこは注意が必要ですね。そしてここは荒川。荒川本流の流れの中で育った追い川、引きもまた格別のような気がしました。ご視聴いただいている皆様は、もしかしたらもっともたもたせずにさっと抜き上げたらいいのにと思われるかもしれないんですけど、カメラを操りながら釣りをしているので、どうもこうスムーズに魚をあげられないっていうことがあるんですね。ご了承ください。こんな感じで追い川まとまって釣れることが多いですね。婚姻色でなくてもかなり綺麗な魚だと思ってます。いつも楽しませてくれますね。さあリリース、もうぴょんぴょんと飛び跳ねて、川の中へ泳いでいく魚たち。カダヤシ、初めて釣ったのは遠征した手賀沼ですね。千葉県手賀沼周辺の小さい用水路、これなんだろうなと、事前にカダヤシという名前は知ってまして、カダヤシかなとも思ったんですけど、なんかグッピーのメスにもちょっと似た感じなので、グッピーなのかなって思ったりして、まあでもカダヤシですね。特定外来種に指定されているので、あまり釣れてほしくない魚、分布を広げてほしくない魚ですね。ここは埼玉県に戻って用水路なんですけど、
埼玉県でも今年は随分カダヤシを目にする機会がありました。金平、ここから全て始まったと言っても過言ではないこのチャンネル。初めて釣り動画を上げた時にこの金平が釣れたんですよ。婚姻色が綺麗で、当時は金平という名前を知らなくて、これは大陸バラタナゴの大きいやつなのかなと思ったりしたんですけど、後から調べると金平、もともと埼玉にはいない魚ですけど、これもやはりどなたかが放流されていると、それで分布を広げている埼玉県でも何か所か釣れる場所があるようです。このチャンネルでは2回釣りましたね。この時釣れたのは婚姻色は出てませんでしたけど、なかなか立派な金平でした。これはメスだったのかな。釣れたのはいずれも餌に赤虫を使った時でした。堂々としたタナゴですね。川ムツですね。最近はどこの川へ行っても川ムツばかり釣れるなんていう声も聞いたことがありますけど、自分の場合はあまりまとめて川ムツばかり釣ったっていう記憶がないですね。このチャンネル内でも2箇所ぐらいかな。そのうちの1箇所がここで、南小畔川。いつ行ってもほとんど川ムツしか釣れません。だから逆に川ムツを釣りたいなと思った場合はここへ行けばいいと、そういう感じで年に何回か行って楽しんでます。ここは12月でも2月の後半でも釣れるので。そして場面は変わりまして、夏場ですね。毛針の流し釣りでも釣れるんですよ。この時は結構大きいのがかかりまして、このように腰をかがめてもったいぶって取り込みをしています。釣れましたと。結構立派な川ムツでした。戻りまして、ここもまた南小畔川なんですけどね、この時もまたでかいのがかかったんですよ。ちょっとかかって驚きましたね。草が引っかかって取り込みに時間がかかりましたけど釣れました。なかなか大きいでしょう。色合いもなかなかこの時期にしてはということで、背びれのところがちょっと赤いのが川ムツの特徴の一つ。オレンジがかってなかなかすごいのが釣れました。口細はもつごという名前があるんですけど、関東地方では口細という俗名というかついてまして、片隅さんの場合は子供の頃から口細と呼んでいるので、このチャンネルでは口細で統一しています。そして個人的にかもしれませんけど、釣れる場所によって結構バリエーションがあるような気がするんですよね。黄色っぽい口細がいたり、青っぽい口細がいたり、黒いラインがはっきり見えてる口細がいたりで、これは婚姻色の時期で全体的に黒っぽくなるんですよね。それがまた渋いと。で、いろいろな場所で釣れるんですよね。とにかくこの辺は沼での深場を狙った釣りなんですけど、なかなか大きいのがかかりました。口細でも7、8センチを超えてくるとかなり引きを感じられる手応えのある釣りになりますね。釣れました。この時の口細はかなりごつくてですね、この口の周りに
追い星っていうその繁殖期のオスの特有の、ブツブツというかそれが出るんですよね。それがまた渋い、かっこいい、じっくり観察しちゃいましたね。群れて行動しているのか、一匹釣れると続けて連れ出すことが多いですね。そして最初他の魚が釣れていたんだけれども、クチボソが釣れるとその後ずっとクチボソが続いてしまうというようなこともありますね。もうとにかく魚がいれば一年中釣りになってくれるというありがたい存在でもあります。これはちょっと背中のあたりが青っぽく見える、そんなクチボソですね。これは川での釣り。この時もなかなか大きめのクチボソが釣れました。長い竿でも結構引きを感じられるんですよね。これは川のクチボソという感じでちょっと銀色っぽいですね。鯉に関しては昔よく多摩川に鯉釣りに行っていた時期がありましてですね、リール竿を2本ぐらいと、それで吸い込み仕掛けで投げて待つというような、そういう釣りで随分釣りました。このチャンネルになってからはそういった釣りは全然してないんですけど、小さい鯉から、これなんかもう小鯉ですよね。小さい鯉から20センチを超えるぐらいまでの鯉を時々釣ってます。特に小さいうちはパッと見て釣り上げた時にフナかなと勘違いすることもあるんですよね。よく見るとヒゲが生えているので、これ鯉だとか後から分かったりして、この時は減水が始まった沼で釣りをしていたんですけど、ちょっといい鯉がかかりましたね。この後釣れます。浮きが消し込んで、短竿で釣ってるとかなり手応えがあるというか、長竿よりも短竿の方が魚の引きをすごく直に感じられるような、小さい魚でも結構手応えあったりするんですよね。これ画面の外で網ですくってます。すくいました。これです。20センチちょっとぐらいかなというような鯉が釣れました。最初スゴモロコという名前を知らなかったんですよ。坂戸市の飯盛川で釣りをした時に追い川に混じって連れてきまして、これタモロコみたいなんだけどタモロコじゃないな、なんだろうなと思っているうちに、新河岸川放水路でもやはり追い川に混じって連れてきまして、でよくよく調べるとどうもスゴモロコと高麗モロコ、この辺に似てるなと。でも現在ではその2種類はどうも同じ種類なんじゃないかという、そういう話もありますけど、一応これはスゴモロコだと呼ばれている魚のようです。でパッと見た感じが若干青みがかって、とても透明感のある魚という印象で、綺麗な魚だなと思っています。でその後また釣りを続けていくうちに現在では一野川などでも釣れるし、いろいろな用水路などでも釣れるようになって、とても分布が広がっているような、そんな気がしてます。で最初釣った時に持ち帰って家でしばらく飼ってたんですけど、いつも底の方にいるんですよ。で底の方で餌を取っているので、底狙いで釣りをしてると釣れることが多いんじゃないでしょうかね。
大陸バラタナゴ、略してタイバラ。以前はオカメタナゴという呼ばれ方が多かったようですね。文字通り大陸から渡ってきた外来種、外来魚ですね。案外いろんなところに繁殖して分布を広げていて、環境省などでは問題になっている魚ですよという、アナウンスのようですけど、やはり繁殖期のオスの婚姻色が綺麗だということで、とても人気がありますね。このチャンネルでもよく釣ってます。特になぜか、春先から初夏あたりまで他の魚がなかなか釣れないのに、このタイバラばかりがよく釣れるっていうんで、たびたび釣りの動画にしてます。そして結構婚姻色が残ってたりするんですよね。晩秋に釣れたタイバラにもなんか色がついているとか。そしてこのチャンネル始めた当初に釣ったタイバラ何匹か持ち帰って飼育してるんですけどね、それが今でも生きていまして、その中の1匹はもう年中色が出っ放しなんですよ。個体差といえばそれまでなんですけどね。この時は婚姻色のタイバラが揃いました。やはりこうやってまとめてみるとかなり綺麗ですね。思わぬところで連れてきたりするんですよね。ここは水路ですけど、こんなところにタナゴがいたよっていう、そういう嬉しい驚きがありますね。他にも川とか沼とか、いろいろな場所で釣っています。これも晩秋なんですけど、少し色が残ってるんですよね。さあ、これで半分まで来ました。ですがこの動画、今回はここで終了なんです。その続きどうなってんだと、思われる方もいらっしゃると思いますが、ちょっと動画が長くなりすぎましてですね、一旦ここで区切ることとしました。また後日続きはチャンネル内で公開いたしますので、そちらをお楽しみにしつつ、これからの新作動画、そして過去の動画合わせてまたご視聴いただけるととても嬉しいです。ということで、埼玉の片隅からチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。